エブリデイバイクってなんやねんって初めて聞く人もいると思うんですけど、何ですか？エブリデイバイク。エブリデイバイクは、ブルーラグの初代メカニックのあぜみさんが、作り出した言葉。造語だね。造語。そんな言葉は実は英語ではないっていう。でなんか毎日乗れる自転車っていう意味だと僕は理解してますね。そうですね。確かに。はい、その通り。で、今日はおのおののお三方のエブリデイバイクたちが集まってるわけですけど、まあでもエブリデイバイクとは言っても、その人にとって何がね、必要じゃないかとかもあるんでね。確かにそれぞれ全然スタイル違うっすね。シングルスピードもいれば、確かにギアの自転車もあったり、それおのおの理由もありそうなんでね。それぞれのエブリデイな要素を教えてもらおうかなっていう感じですね。私からじゃあ行きましょうか。行きましょう。じゃあですね、そう最近やっぱお客様とかと喋ってても、トミーさんはすごいシングルスピードが好きで得意なんですよねってすごいありがたいことに言ってもらえること多いんですけど、もちろんそうなんですよ。もちろんそうすぎてなんなら、そうすぎて今ここにもうシングルスピードピストン持ってきたとてはいってこうなるんで実はねこんなのも持ってましたというか、ちょっと一度ブログでは紹介してるんですが、ブラックマウンテン、モンスタークロス、はい、これはなんか僕が思うというか、自分に必要なそのコミュータースタイルを全て詰め込んだものだと思ってて、これはもう本当にトミー的エブリデイバイク、マッシュのオールロードもめっちゃ乗ってますしね、パロマつけて、それもまあエブリデイバイクなんですよ。なんですけど、トミーさんの持ってる中では、もう一番エブリデイ仕様な感じの匂いの自転車ですね。そもそもエブリデイバイクのそのどこが要素ですか？どこが要素かって、今日雨降ってるんですよ。雨降ってるんで、珍しくね、フェンダーですね。まず、今日の一番話したいポイントはフェンダー、全天候に向いたバイクがやっぱりエブリデイバイクは一番おすすめしやすいというか、急な雨降ってきて、ね、洋服びちゃびちゃになっちゃうとかも嫌だと思うんで、僕は通勤のバイクでやっぱ必要な要素はフェンダーと、あとやっぱり荷物があるんで、どうしても、そんなに僕いっぱい荷物普段から持ってるわけじゃないんですけど、やっぱ荷物運べた方がいいので、カゴとかラックも迷ったんですけど、散々その辺使ってきたんで、もうカゴとかラックを卒業したやつがイケてるって思うようにしてて気まずい感じになっちゃって一番最初にぶっ込んでいくスタイル僕はそのあれですよ、もう人それぞれ好みがあるから全然いいんですけど、僕のその個人的今の流行り的に、あとそのキャンプライドとかで使ってめちゃくちゃ気に入っちゃったのよ。このスイフトのゼイゲーストとか、あとスイフトのパニアバッグとかがもう本当に気に入って、でもなんかそのスペシャルなものになってしまうのが嫌で、その時だけみたいな。そう、自転車本体もだし、そのバッグもそうだし、なんか何でもなんかすっごい好きなのにスペシャルすぎてあんま使わないとかちょっと嫌なんですよ、僕は。好きなものついに見えるところに行ってほしいというか使いたいみたいな感じなんで、さてこの自転車につけてみて、キャンプとか調子いいんだから当たり前のように日常で調子いいっしょと思ってつけたのが一番最初で、カゴの代わりに、でそこから僕はそのバイクバッグを日々使うのがイケてる説を唱え始めて、今この形になってるんですけど、じゃあらしい感じでかっこいい。ほとんどバッグっすね。カゴついてるのないですよね。カゴついてるの今ないか。ラックはついてても、ラックバッグ乗ってるか、ラックバッグ乗ってたり、カゴはないみたいな状態です。それ専用みたいなのかっこよくね、なんか。そうっすね。専用機。だから俺3番のやつがすごい好き。この感じですか？ドカンと。やっぱ鉄の塊じゃないですか、チャリンコって基本。確かにそうですね。そこにこの布の製品とかついてると柔らかい雰囲気が出るから、カゴじゃなくて僕がバッグにしてるんですけど、一応その2つが大きくエブリデイな要素で、もう1個プラスで言うならちょっとこのギア周り壊れにくいシングルがいいけど、通勤で絶対激坂上がるんですよ。代々木の坂ですね。代々木の坂、上原に向かう上原に向かう激坂があるんで、そこを全然ね
トラックバイクとかでガンガン行ってるんで、登れはするますけど、全然普通に使えてたんですけど、やっぱエブリデイバイクはもうほぼ無心で乗れる自転車がいいんですよだから僕はもうシンプルに坂だと思ったらいっけーっつって必殺技が出せる 2x1 2足にしてるっていう、もうこれブロンプトンからヒントを得たし、松本さんがやってたりとか、なんか他のスタッフがやってるのとか見て、おい良さそうじゃんと思ったのを自分の生活に落とし込んだっていうので、これはかなり僕的には仕上がってる。ややこしさとシンプルさが共存してていいね。ギヤが2個だけついてるとかねやっぱね、フレームのディテールを生かしたかったのと、使いたいパーツが使えたのと、いろんなことが叶ったのでこの状態になって、でもなんかね、そう組んだ状態から本当やけに気に入っちゃって、ずっとそのまま、もうずっとこのまま、もうだって丸2年とかになるのかな。結構前ですよね。めっちゃこのまま乗ってて、タイヤもこれ本当は横がブラウンサイドなんですけど、もう乗りすぎて汚すぎてただのオールブラックみたいになってますけど、けどこうなるのって雨で汚れたりしてシューがあれしてこうなっちゃうんですけど、雨の日も乗ってますもん、めちゃくちゃ。これはもう本当雨の日はほぼ 100% これだし、っていう僕のエブリデイバイクはこんな感じでフェンダーとかも車両によってはつかない。車両によってはつかない。そうですね。これはこういう黒森だったりツーリングできたりクロスっぽい車両だったりっていうのだからこそ、こういうフェンダーがつけれたりとか、ラックがつけれるダボがあったりとかするっていうのありきなカスタムではあるんですよね。そうですね。そっちのスチールだとフェンダーつけようってなると、絶対できないかって言われるとできるっちゃできるかもしれないけど、だいぶややこしい感じになっちゃうから、クロスバイクらしいクロスチェックじゃなかったクロスバイクらしいですね。チャリスタイルね。フレームに依存したフレームの特性を生かしたエブリデイバイクに僕は仕上げてます。なんかこれからやりたい、これからをさらにエブリデイにするならなんですかね。ダイナモ、フロントダイナモはもうずっと言ってるけど、フロントのリームが28ホールなんですよ。これ後ろ32でフロントが28っていう、ちょっとマニアックやな。マニアックな人これ分かる人にしか分かんないんですけどよく見たらややこいみたいなっていう感じなんで、ちょっとハブの手配が28でしちゃうといかがなもんかなっていうのをずっと考えて2年ぐらい経ってるっていう。ダイナモついたらもうマジでエブリデイですよね。本当に僕はスタンドはいらない派なんで、スタンドは別に全然いらないんですけど、そう要素でいうとカゴとかバックとかフェンダーとか、不便がスタンドもあれば便利ですけど、なるべく不便がないチャリっていうのがやっぱエブリデイバイクそうですよね。日常乗る時になるべくストレスなく、さっき言ったみたいな無心で乗れるやつ、無心で乗れる系次はじゃあ僕行きますか。じゃあ行きますか。一番分かりやすいエブリデイバイクです。これは確かにこれがね、リベンデルといえばなところもあるよね。カリカリとホーマーヒルセンです。どこがエブリデイはもうカゴっすよね。バスケット、僕正直荷物が少ないっちゃ少ないんですけど、やっぱ出先とかでじゃあ僕らよくお世話になってる桜島シエスタさんとかで買い物したりとかした時に僕バッグは背負いたくないんで、手ぶらで行きたいんですよね。その時に買い物した時に何もないってなるとやっぱ不便だし、こういうラックに直接カゴなしで縛ったりもできるんですけど、やっぱり安心してそれこそ無心でトミーさんさっき言ったみたいに乗れた方がやっぱいいじゃないですか。快適だよね。快適ですよね。なんでカゴは僕は必須でつけてますね。あとはこのネット、これやればプラスでなんかお買い物しても最悪くくりつけられるんでぶっ飛ばないしね。ここはエブリデイ要素かなっていう感じ。あとはさっきトミーさんのにはなかったんですけど、スタンドですね。ここ一応あったらそりゃいいんだわ。スタンドがあれば便利ですよね。あればコンビニとかスーパーとか、街中どっか寄った時これはあれば嬉しいですよね。これもつくつかないあるもんね。そうなんですよね。なんかうちで取り扱いのないいろんな自転車修理とかカスタムさせてもらってるんで、そういうのもスタンドつきますかって多分買われてすぐお持ち込みいただくことって多いじゃないですか。けどやっぱ実際実車見て、現物見ながらつけられればもちろんつけるし、中にはやっぱつかないっていうのであったりするんで、せっかくならセンタースタンド、この
クランクと後輪の間につくそうですねタイプをつけたい、一応ここら辺になんかつけられるのもあったりするんですけど、ここについた方が車重中心バランスを真ん中で支えてくれるんでいいですよね。あとかっこいい。そうですね、センサーソンかっこいいですね。あとなんだろうな、エブリデイ要素けどやっぱこういうのとかもなんだかんだあるとやっぱ確かに日常でやっぱコンビニとかでペットボトル買うじゃないですか。なんか他のカゴとかスタンドよりかはいるいらないはあれですけど、ボトルケージとかもあったりするとより日常でこれどうしようってなった時にここにポチョンって入れれば全然解決するし。私もつけてます。ノリさんもね。ついてるものが多いね、カリカリは。そうね、いろいろ。緑色のやつなんですか？緑色のやつどれだ？これ？これね、工具です。工具。そうだよな、工具も結構大事だよな。そう工具なんかあった時用につけたりとか。一応ね、リベンデルって本当にベルとかもなんだかんだついてるし、確かに確かに。これは簡易フェンダーですけど、雨だからこういうのつけたりとか。こういうエブリデイバイク仕様みたいなのはこういう要素を増やしていくみたいなのも面白いカスタム、そうですね、面白い。自分のチェーンにこれ合うかなとか、つけたらどうなるかなとか、いろんなパーツつけてみたいな。なんかソリッドにこう何もつけないっていう真逆で、そうですね、いろいろこう追加できるからいじっていくのすごい楽しいですね。しかもやっぱリベンデルに関してなんですけど、なんかごちゃついてた方がなんかちょっとなんかかっこいいっていうね。ごちゃごちゃなんかハンドル周りなんかいろいろついてたりとか、そういうのもなんか一個かっこいいとか、その人のなんか味が出ますよね。確かにその人っぽいチャリみたいなは出てきやすいかなっていう。これはリベンデルに限らずなんかこういうカスタムできる車両はやってってほしいカスタムみたいな感じは。いろいろやっていくと。あとちょっと今僕は変わった形のハンドルついてるんですけど、やっぱリベンデルとかやっぱエブリデイバイクに近づけるにはとか要望多いのはこういうスイープバックスイープしてるハンドル、こういうのがついてるとなんか本当エブリデイバイクっぽいというか、まさにって感じ、ママチャリっぽい感じのこうリラックスしてね乗れる、疲れず乗れる、疲れず。やっぱり最初買うと幅の短い本当前傾姿勢になっちゃうハンドルがついてたりとかね、スポーツバイクとかクロスバイクとかってそういうのついてるんで、うちだとねこういっぱいハンドル選択肢あるんで、お好みのものつけられるんですけど、カスタムしたいとかエブリデイバイクっぽくしたいなって感じだったらこういう戻ってきてるハンドル選んであげると、見た目もねそっちっぽいなってなるし、いいのかなって思いますかね。たまにでも聞かれない？お客様になんでこういうハンドルの方がなんかいいんですかって言われない？時々最近の気づいたんですよ。人間ってこう立った時に手こうなってるじゃないですか。横自然とこうなる。自然とこうなるじゃないですか。それがこのままこうなってるから多分楽なんだわ。で最近気づいて、なるほど。完全に持論なんだけど、それをお客様との会話で言うと確かにみたいな。そうですね。だから僕たちが組むエブリデイバイクと言われるやつはこういうハンドルが多くて、好みなんですけどねっていうので結局。けどその工学的人間の体の作り的にも多分自然とやっぱこう楽っていう形になってるんでしょうね。こう持ちやすいとか。一個完全に僕の持論ですけどね。がっつり戻り系のハンドルはある程度ここがないとそうですね、つけれなかったりするから、そこもお乗りのバイクだったり次買うバイクとなんか相談というかね、サーリーとかね結構トップ長めで作ってくれたりとかするから、やっぱやりやすい。リベンデルもそうだし、トップ長めみたいなのはドロップハンドルもできるけどこれもつけれるのがやっぱ最強ですね。最強ですね。両方楽しめる感じ。僕もねこういうのにちょっとずっとこのハンドル気に入ってこのハンドルなんで、そろそろスイープバック系のハンドルにちょっと変えようかなと思ったり思わなかったり本当になんか個人的にはなんかこれ持つとこ多いし、なんか代わり的に、多分それが調子いいから長く使ってられるから使ってるだろうから、なんかこの人のエブリデイ仕様はこれなんだなって勝手に思ってたから、でも飽きてんじゃない若干。いやけどまだめっちゃ好きっすね。このハンドルめっちゃ好きで、なんなら別に変えたくないんですけど、いろいろやっぱ試すのも面白いし、すごい勉強になるし、楽しいんでなんだかんだ。ちょっと考え中って感じです。それが次のネクストエブリデイカスタムだ。やるならそこかなって僕の場合楽しい感じですね。気になる。
次僕ですか。3番サンバです。今日何バイクないんですか？僕はマッシュスチールを持ってきました。これめちゃくちゃいっぱいカスタムしてるからね、ほんと風が。これはめちゃくちゃいじってます。僕のそうですね。エブリデイ要素はですね、まあちょっと先輩方とはちょっと真逆をいくというか、もう僕のこれは初期衝動バイクですけど、僕にとってのエブリデイってなんだろうっていうのを考えてた。わかるぜ俺には。わかるぜ俺には。まあなんかまあ今でこそギア付きの自転車とか、こうなんか長い距離楽に走れるよみたいなスイープバックしたハンドルついてる自転車とか、まあいろいろ組んで乗ってるんですけど、結局なんか一番乗りたくなるのってなんかもうかっけえで乗って、わ楽しい、ペダル踏んでやべえっていうなんか初期衝動いいねがなんか多分僕がチャリに乗りたくなる理由で、まあこいつはちょっとねそれを体現しているチャリですね。なんでいわゆるエブリデイっぽさはあんまりないかもしれないですけど、強いて言うならその前のあたり。そうですね。でもやっぱラックはちょっと必須かなっていうのがあって、やっぱり夏とかだとカバン背負ってるとメッセンジャーかっこいいから背負いたいんだけど、やっぱ暑いし汗かくし重いし、メッセンジャーバッグってめっちゃ重いじゃないですか。でもなんかこういうラックに乗せると急になんかこうかっこいい形になるというか、ね、かっこいいよね。本当にデリバリーしてるみたいな。なんかペチャンってなってる感じのかっこいいし。これなんですか、ちなみに。真似したいこれは。これはあれです、支度っていうね、ブルーラグで作ってる。はい、ジャグさんが作ってる、まあブルーラグのオリジナルのメッセンジャーバッグ、もう愛用してます。かっこいいね。ちょっとねこのなんだ鴨柄。このバイクをさ、衝動的に乗りたくなる理由って何？衝動的に乗りたくなる理由は、そうだな、なんですかね、まあ乗り味みたいなところにもなっちゃいますけど、キビキビした感じ。もともと僕が本当自転車にはまった時、自転車なんてママチャリ1万円のママチャリしか乗ってなかった時に自転車に出会って自転車乗るようになったきっかけがやっぱ固定ギアの自転車だったんですよ。そうやっぱり乗り味が面白いとか、今まで乗った自転車全然違うじゃんっていうのがまああって、そこからまあ自転車好きになっていろいろ乗ってきたんですけど、やっぱりいまだにこう固定ギアの自転車に乗ると、こうなんかうわ自転車面白い楽しいで、なんかギア付きの自転車が遠く行けるはずなのにこいつで何十キロも走っちゃったりとか、そう朝乗る時もなんだかんだこいつに乗っちゃうみたいな、そうなんかそういう相棒的な、そういうニュアンスのエブリデイかもしれない。エモくなっちゃう系ね。エモチャリですね。でも便利にはしてる。まあ便利にはやっぱりしたい。やっぱりピストバイク、トラックバイクだけどソリッドな姿もいいんですけど、やっぱり荷物は持ってほしいし、まあきちんと当然ブレーキがついてて、そうスキッとしなくても止まれるようにとか、気持ちに欲張りな自転車でいい。そうですね。我々ね結構その便利さに欲張り。便利さに。サンバは気持ちに欲張りに。そうですね。いろいろついてるチャリも好きですけど、サンバは最初そのトラックバイク興味持ったと、ピストバイク的な興味持った時は何のうちのブルーラグに乗って、いやもう全然富士のフェザー乗ってて、そうでブルーラグでマッシュ買ったのね。富士のフェザー乗ってもうチャリやべえってなってそうちょっとブルーラグにちょっと行ってみようって行ってみてまあそこからちょっと人生が狂い始めちゃったんですけど、それでそうマッシュ買ったらやっぱね、マッシュに対しての気持ちってめっちゃ熱くなる。まあそうですね。あとまあこのマッシュって普通のトラックバイクと違って太いタイヤも入るんですよ。そうなんかまあフェザーとか普通のトラックバイクってまあそういうもんなんですけど、25C とか 23C とか細めのそうレースっぽい細いタイヤしか入んなくて、やっぱこういうラックつけて荷物乗せたりするとちょっとパンクしそうで怖いなとか、確かにね、そう乗り味もなんかこうちょっと疲れちゃうみたいな、ちょっと不安だよね。そうですね。まあスチールとか、まあサーリーの今ちょっとなくなっちゃったけどスチームローラーとか、まあブルーラグに置いてるようなこういうトラックバイクって普通のトラックバイクと違ってこう太いタイヤも入ったりとか、マッシュとか 40C ぐらいまで入るんですか。なんでまあちょっと今ね初期衝動が行き過ぎちゃって 28C とかありますけど、もともと本当 38C とか太めのタイヤで、そうまあまったり固定ギアみたいな感じで、そうまあ移動を楽しんでたっていう感じですね。1台でそんだけできるトラックレーンはなかなかないからね。まあそうですね。そういうとこも好きなの。チネリマッシュのワーク、だからそのあれだよね、スチールの先代に当たるあれが出た時結構エブリデイバイク仕様を割とだからこんな感じで組んでる人とかがいて、でもそれってメッセンジャーのカルチャーってもう仕事で使うからラックつけてたりとか、なんか超理にかなってるというか、それをこう毎日の生活に落とし込んで乗ってる人とかがだから結構新鮮に映ったというか。
確かに。だからそれを今めっちゃ思い出したんですよね。でも話聞いたりとかして。確かにそこへの憧れも確かにあるかもしれないですね。もう忘れちゃってるけどね。忘れたくない頃に今思い出して思い出すよな。危ないぜ。確かにメッセンジャーの人の自転車ってマジでエブリデイバイク。いや究極のエブリデイバイクだってもう朝から晩までサドルに座ってお仕事するわけなんで、それはもうストレス感じる部分は全部潰しとかないと、そうやっぱ仕事がスムーズにできないと思うんですけど、なんかそういうリアルにやっぱ使われてる自転車のなんか雰囲気というか、感じに憧れてこういう感じで乗ってるっていうのはあるかもしれないですね。エブリデイっていうと、ギアなしなんかももう毎日使い倒してもそうですね、壊れづらいみたいな良さがあるよね。ギアはなんかその調子悪くなっちゃったりとか、そうシングルってそういうことが極端に起こりづらいというか、そう構造が本当にペダル踏んだら回るだけっていう、毎日ガシガシ使っても不調が出づらい、そういうところも確かに僕の好きなところかもしれないです。これは固定しかできない？いやそんなことないです。これトラックバイクフレーム全般最近作られているものだったらフリーギア、足止められるのを作るのか。普通にただ一足だけのチャリにもできますね。それこそなんか BMX っぽいハンドルつけてフリーギアにしてでっかいカゴつけてっていうので実際僕乗ってたこともあります。次なんかカスタムある？次ですか？ダイナモつける？ダイナモけどつけられればするよね。つけれますよね。代々木の店長の松本さんがシールに一時期ねつけてたような。そうやろうと思えばできる。できますね。なんだろうな、僕でも逆になんかライトこっちの方が好きで、なんか逆にね、逆になのかわかんないですけど逆にってのも変かなんか自転車自体は本当なんかなんていうんですか、単純なものであってほしいっていうのがあって、やっぱそのじゃないとこうなんか疲れちゃうというか、向き合ってると、僕はですけどケーブルとかついてるとちょっと僕は怖いなって思っちゃうんで、でもなんかほどほどの感じで乗るっていうのもなんかすごい今のところ完成してる。なんかこの肩の力抜けてる感じが僕にとって今の自分に身の丈合ってるみたいな感じなの。そうですね。頑張りすぎてないかっこよさじゃないですけど、いいね。ステッカーとかもなんかもらったやつペタペタ貼ったりとか、なんか本当暮らしに寄り添って、スニーカーみたいな、そういうニュアンスですかね、僕にとっては。そうね。スニーカーっぽいってめっちゃわかるわ。乗るぞって思わないでなんか気がついたら乗っててみたいな。荷物つけると乗りにくいとかある？特にそんなに？重くはなります。重くはなるぐらいか。ハンドリングが重くはなりますけど、ハンドルの幅だったりとか、形とかで全然対応できる。全然乗り味変わるかなと思うんで、なんか昔みたいな短いハンドルついてるトラックバイクとかだとこういうカスタムしちゃうとちょっと乗りづらいと思うんですけど、合わせてハンドルとかもこういうトミーさんとか僕みたいな幅広めに変えてあげると調子いいですよね。ブレーキってみんな今日はリムブレーキ。リムブレーキ。確かにリムブレーキだけどエブリデイバイクに向いてるブレーキってディスクブレーキもありだよなって。確かにの方も確かにありだよな。が安心っちゃ安心ですよね。なんかちょっとこう汚れないしね。そうですね。っていうちょっとここにはないチャリのいい話いい話人の話。ディスクブレーキはさっき言ってたここがすっごい汚れたりとかタイヤが真っ黒になっちゃったりとかないし、墨汁みたいなのがバーってかからないですね。飛んできたりとかないから、ディスクブレーキもいいとこあるよね。エブリデイバイクとしてね。エブリデイバイクとしてすごい。サーリーのチャリとかはですね、ディスクブレーキのチャリが多かったりとかしますよね。エブリデイバイクはなんか本当に自分が好きだと思ったやつマジで乗った方がいいと思うし、僕はディスクブレーキのチャリも好きだし、通勤とかで使うわけだからそんなレースラーじゃないんで、そんなにドーンと効かなくてもいいんで、だから僕はリムブレーキの自転車で割とこういう風な感じにしがち、好きだから。リムブレーキかっこいいよね。結局かっこいいですよね。結局かっこいいですよね。結局だからこそみんなこのスタイルね、好きだから。なんかディスクってこうなんかメカっぽいのがここにごちゃごちゃついてるじゃないですか。ちょっとあれが僕のコンセプトからするとちょっとなんか大げさやだと思っちゃう。本当にサンバの気持ちじゃん。僕の気持ちでしかないんですけど、なんかちょうどいい感じがするというか、ほっとするというか、ほっこりするリムブレーキ。俺でも結構自分の真っ素人のブレーキのローターがいい感じになってきてるのとか見て、おお毎日乗ってっからだなみたいな。ブレーキのパッドめっちゃ減ってきてんじゃんみたいな。変なこれ特殊な目で物がすごい好き。
けどまあエブリデイバイクっていうこのくくりの中でいうとやっぱディスクブレーキね、女性の方とかでもね、軽い力というかギュッて握んなくてもある程度止まれたりとか、ね、すごい高い。雨だろうが止まるし。そうですね。俺とかは雨の日マジ全然止まらないっていうか、なかなかこう上原の坂やばくない？上原マジでギューって握らないと。大雨の時にこれは別にそういうなんか危険ですとかいうわけじゃないんですけど、ディスクだとそこら辺はね安全安心かな。豆知識だね。営業中なんか持ち込みでエブリデイバイクにしたいですってお客さんは別に言わないんですけど、こういうことしたいですみたいなリクエストあります？でもやっぱりそのさっきのハンドルカスタムじゃないですけど、やっぱ乗ってるクロスバイクがこうハンドルがちっちゃくてまっすぐで狭い。なんか姿勢が辛いみたいな、もっと起き上がってる姿勢にしたいってお客さんがやっぱ多いか。多いっていうか、まあそうですね、いらっしゃっていらっしゃる。そうでまあいろいろ一緒にパーツ選んでいったらなんか最終的にこれエブリデイバイクじゃんって感じの然となんか自然と楽なポジション、座りやすいサドルみたいな、太いタイヤみたいな、そうっていうのはありましたね。あるよね。そうそしたらまあドロップついてるピストとかからカゴつけたいんですよねって言ってこの間来られて、でもドロップハンドルとカゴってもうめちゃくちゃ相入れないそうですね、ちょっと相性悪いです基本的に、だからまあ一旦フラットバーとかこういうハンドルとかにして来月カゴつけますイヤゴスティーニ方式でもやっぱいらねえってなる可能性もありますけど、俺やっぱバックでいいわ可能性もあるかもしれない、それはその人のエブリデイ。まあ確かに、本当日々乗ってもらうことが一番多分、何が自分にとって必要なのかみたいな、道具ですから、エブリデイ要素が多分乗っていくと気づくと思うんで、確かに本当三者三様の通り、まだまだここからねみんな気分変わって、だんだんエブリデイ仕様変わっていくかもし1れないね。年後にはね自分何もついてないチャリみたいになってる可能性もある全然からあるやっぱりもう一回集合した方がいいかもしれないですね言ってること全然違うやんけってなるかも。まあそんな感じで、みんねなそれぞれのエブリデイバイクがありますっていうので、まあちょっとでも参考になれば。そうですね、参考になったらめっちゃ嬉しいな。結局結論は何なんですかね、エブリデイバイク。結論はない。結論はまあなた次第ってあまた次第だ。便利に自転車ね毎日楽しく乗りましょうよっていう感じ。合言葉みたいなもんですわ多分。まあエブリデイバイクっていう言葉を覚えて帰って覚えてるんですね。ということでね。お店来てじゃあエブリデイバイクって言ってもらえたら言ってもらえたらじゃあやりましょうって相談乗りますっていう感じですね。お店来てもらって、自転車あった方がめちゃくちゃ話進みやすいというか、当てがいながらこれつけられそうですとか、これ無理そうとかいろいろ話しやすいんで、もしよかったら持ってきてもらったら、やりやすいですね。こんな感じで。はい、はい、はい。ではお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。